いや、どうもどうも。日曜の午後、いかがお過ごしですかい？ちょっと前にさ、テレビかなんかで、これからのエネルギーはどうなるみたいな特集をやっててさ、そこでまた燃料電池ってのが取り上げられてたんだよ。なんか名前はかっこいいし、未来っぽい響きがあるけど、実際のところそれって何なのよって、いまいちピンとこねえ人も多いんじゃねえかな。俺も最初はそんな感じだったしな。まず、燃料電池っていうくらいだから、まあ電池の一種なんだろうなと思うだろう。でもな、俺たちが普段使ってる乾電池とかスマホに入ってる充電式のバッテリーとはちょっと仕組みが違うんだよ。乾電池とかは電気を守って垂れておいてそれを使うだろう。ところがこの燃料電池ってのは燃料を使ってその場で電気を作り出す装置なんだ。発電機に近いイメージかもしれねえな。で、その燃料ってのが味噌で一番注目されてるのは水素なんだよ。最近よく聞くだろう。水素自動車とか水素エネルギーとか。水素を使うわけだ。じゃあ、どうやって水素から電気を作るんだって話だけど、これがまた面白いんだよな。難しい科学のことは置いといて、ざっくり言うと、水素と俺たちが吸ってる空気の中にある酸素を化学反応させるんだ。そうすると、あら不思議、電気が生まれるっていう仕組みなんだ。しかも、その時に出てくるのは、基本的に水だけ。煙もくもくとかそういうのが出ねえってのが、こいつのすごいところなんだよな。普通の発電、例えば火力発電所なんかは石炭とか石油を燃やして、その熱でタービンっていうでっかい羽みたいなのを回して電気を作ってるだろう。どうしても煙とか二酸化炭素が出ちまう。でも燃料電池は燃やすんじゃなくて化学反応で直接電気を作るからとっても静かだしクリーンだって言われてるわけだ。じゃあ、そんなすごい燃料電池どこで使われてるんだって気になるよな。一番わかりやすいのは、やっぱり燃料電池自動車、燃料電池車だな。トヨタのミライって車が有名だけど、あれがそうだ。ガソリンスタンドじゃなくて、専用の水素ステーションで水素を補給して走るんだ。排気ガスが水だけだから環境に優しい次世代カーとして期待されてるんだよな。それから意外と身近なところだと、エネファームなんて名前で呼ばれてる家庭用の燃料電池もあるんだぜ。これは家で使う電気とお湯を同時に作っちゃうっていう賢いシステムで、都市ガスとか LP ガスから水素を取り出して発電するタイプもあるらしい。まさに自家発電だな。他にもバスとかトラックみたいな大型車にも使われ始めてるし、将来的には船とかもしかしたら飛行機なんかにも応用されるかもしれねえ。昔は宇宙船の電源としても使われてたって話だから技術としては結構前からあるんだよな。もちろん良いことばっかりじゃなくてまだまだ課題もあるみてえだ。やっぱり車もお家のシステムもまだ値段が高いのがネックだよな。それから燃料になる水素をどうやって安く安全にしかも環境に優しく作るか、どうやって運んで貯めておくか、そういう問題もクリアしなきゃだな。水素ステーションもガソリンスタンドみたいにどこにでもあるわけじゃねえしな。ここ群馬でも再生可能エネルギーに力入れてるって話は聞くし、もしかしたら俺たちの会社の工場とかでもいつかこういう新しいエネルギー源が活躍する日が来るのかもしれねえな。そう考えるとちょっとワクワクするよな。まあそんなわけで燃料電池ってのは水素みたいな燃料から化学の力で直接電気を取り出す未来の発電装置って感じだな。まだ乗り越えるハードルはいくつかあるみたいだけど、地球環境のことを考えると、こういうクリーンな技術がどんどん進んで、もっと身近になってくれると嬉しいよな。いつか、うちの車も、チューって静かに走る燃料電池車になる日が来るかもしれねえな、なんて日曜の午後にぼんやり考えたりするわけよ。